はい、こんにちは、吉田です。ちょっと前回の話の続きっていう感じではあるんですけど、そういう産業がどんどん流出してしまう状況の中でカメラっていうものがじゃあどうなっていくかっていう話なんですけど、端的に言うと一番危ないというか、今日本っていう国がこれっていうふうに、日本国内で作れているもの、日本から売っているものって何かって言ったら、まず自動車っていうのはあると思うんですよ。自動車っていうのはあると思うんですけど、他に何かありますかっていうと、割とですね、まあ、カメラメーカーも、正直日本とドイツ以外からもう出てきてないですよね。ただに、カメラメーカーっていう業界としての、立ち位置の会社は出てきてないんですけど、カメラを作ってる会社とか、カメラ機能を持ってる商品を作ってる会社はいろいろありますよね。主にもうそういう電子機器系の生産で強いのは、中国になってきてるので、中国の会社が多かったりもしますけど、で、アップルとかもやってますけど、現実的な話をすると、作ってるのは台湾とか中国の会社だったりするので、そういう意味での、生産地っていう部分ではもうアメリカでもないっていうことにはなりますよね、と。技術開発としてはやってますけど、と。で、今後その日本の会社がとか、日本の国内に産業を残すとかっていうことを考えていくと、端的に言って、まず製造業を残さなきゃいけないのって話も、ちょっと同時になんか思う人もいるかもしれないですけど、製造業を持てるっていうのは、ある意味、ちょっと生々しい話ですけど、国力の源泉っていう部分もあってですね。なんでかっていうと、製造業の仕事、例えばこれを撮ってるのは前々から言ってるように、富士フイルムの XT3 っていうカメラですよと。その XT3 っていうのを作るのに関係する人ってものすごくたくさんいるんですね。で、XT3 っていうカメラ、デジタルカメラですと、デジタルイメージングですと、撮像センサー乗ってます、プロセッサー乗ってます、半導体の申し子みたいな部分、デジタルカメラはあるんですよね。他の電子機器と同様にですけど。それと同時に、例えば、この外装も含めての機械加工とか、表面処理とかも含めた、塗装とか、それを、生産するために、1個2個じゃないですからね。ある程度の台数まとまって作るわけですから、それを生産する人数というところを考えていくと、さらに、もっと言うと、その、変な話、このカメラ1台の、その塗装をちゃんとやるために、その立ち上げるために、その、富士のエンジニアの人と、その富士がお願いしてる、えー外装屋さんのさらに塗装部門とか、その塗装屋さんの人っていうのがまたいて、その塗装屋さんの人もその開発に関わってるわけですよ。だからそうなってくると結構いろんな人がいる。で、それで試作が終わって生産できるぞってなったら生産していくってなって生産始めたらそこの、スタッフさんが塗ってくれるっていうことになるわけ。機械を動かして塗ってくれるってことになるわけで、そうなってくると結構な人がいるんですよね。で、カメラだから逆に言うとそれぐらいの感じにはなるんですけど、例えばこれが自動車ってなってくると、結局、自動車って機械加工部品の塊なので、エンジン一つ作るってなったら、そこに関わる、すんごい細かいところまでの部品をいろいろばらしたら、それこそ、いろんな会社さんが関わってて、そこにたくさんの
その各会社さんごとに開発担当者さんと、生産する担当者さんがいるっていう話になってくるわけですよね。だからそうなってくるとですね、実はこのものを一つ作るっていうだけで、実は結構な人の、生活を支えるっていうことになるんですよね。で、逆に言うとですね、これ一つ買うときに皆さんどうやって買ってますかって話になるんですけど、お金ないから中古で我慢しようっていう方結構いるんじゃないですか？正直。まあそうですよね。しょうがない部分があると思います。ただ、中古で我慢するってなると、まあ、別にね、まあ中古でも、その1台がちゃんと使われて活躍するっていうのはメーカーの人としては喜ばしいことだと思うので、まあいいと言えばいいかもしれないんですが、少なくとも新しい仕事は生んでないんですよね。だからそのお金を払うっていうことがどういうことか。お金を払うっていうことは、そのものを自分が安く買えたとか、いくらで買えたっていう以上に、そのものを作った人に対する評価がそれっていう言い方もできるわけですよ。だから結局それが何を生んでるのかっていう話ですよね。それが、極端なこと言うと、国内の産業空洞化の根本原因かなと正直言うと、個人的には思っています。えっと、いいものを安く作るっていう話は昔からあって、日本人はそれで頑張ってきた部分があるんですけど、皆さん給料上がったら嬉しいじゃないですか。自分が頑張ってたのが認められた感じがするって思うじゃないですか。お金が払われるってそういう意味もあるんですよね。いいものをより安くっていうのは、ある意味ではそのいいものを作った人に対する評価っていうのを下げるっていうことになってしまうんですよね。辛い言い方ですけど。これを見てる皆さん一人一人がどなたかを責めるというわけではなくて、自分も安く買おうと思ったことはあります。正直言うと、中古で、新品で欲しいけど中古でっていうことをしたこともあります。実は現にこの絵を撮ってるこのレンズ、今1855で撮ってますけど、正直に言えばこれ中古で買ってます、私も。だからそういう意味では、まあなんというか、いいレンズなんですけど、そのいいレンズに対する評価をその中古の値段でしてしまったなっていうのは、ある意味では、まあそれは私のしたことでもあるんですよね。正直言って。ただそれと同時に、そのお金を稼ぐのも簡単じゃないよねっていうのも事実だと思います。うん。だ結局のところは、ある意味ではその巡り巡ってがずっと続いての今の状況かなと、正直言うと感じています。だからこれから先、そのカメラがどうなっていくかっていう話ですけど、単純に言って、もう物としては、さっきも言ったように溢れてるわけですよね。カメラっていう商品じゃなくても、カメラ機能がついてるものであれば写真が撮れるっていう風に考えれば、もう、それこそカメラってもう今までの世の中じゃ比べ物にならないぐらい今たくさんあるわけですよ。その中で、カメラがあえて使われるって何かなっていうと、写真があえて必要になる場面。その写真があえて必要になる場面で、スマートフォンで、例えば、スマートフォンにフルサイズのセンサーを載せたデバイスを、内蔵するってできるかっていうとできなさそうな感じもするし、例えば超望遠とか、スーパーワイドとか、極端な領域
の、レンズをつけようと思ったらつけらんないってなるから、そうするとじゃあカメラとしての専用のデバイスが必要になるよねって言ってデジタルカメラが、求められるっていうようなケースになってくるんだと思うんですよね。だから逆に言うと、今後のカメラはもうどうしても、高性能化、高価格化が避けられない状況なんですよね。ただその一方でですよ。これ結構切実な部分あるんですけど、そのカメラっていう商品ではなくて、カメラっていう機能を持ったものが増えたことで、カメラを使って撮ったものっていうのがものすごく増えてるわけですよ。そうですよね。SNS、Twitter でも Facebook でも見たらそうだし、Instagram なんて、それこそスマートフォンで撮った写真たくさんあるじゃないですか。でもそれでも少なくともスマートフォンの画面で見てる分には十分綺麗ですよねと。デジタルカメラを使う理由って何でしょうっていうような話になってくる。なので、より、リソースを割くというかですね、これから先は、カメラメーカーにカメラを作り続けてほしいと思ったら、今まで以上に高いお金を払う必要が出てくるだろうなと正直言うと思ってます。だから、逆に言うと、どんな人でもカメラを買って、撮るっていうことができる時代ではなくなってくるんじゃないかなと思います。そういう意味でいくとですね、だからなんて言うんでしょうね。まあ、この間SRT101 っていう古いカメラお見せしたりしたと思うんですけど、結局あの時代って、安いカメラなんてそんななかったわけですよね。それこそニコンだって一眼レフ作り始めた時は、ニコン F とニコマートっていう2ラインだったりとかするわけですよ。そうなってくると、結局、廉価版って言ってても、上位機種とかレギュラーモデルより安いっていうだけであって、まあ高いっていうことになってくると思うんですよね。だから、例えばニコン、今のニコンで言うと、まあ Z9 がまあ作ってますって言うから、まあ Z9 があったら Z7、6ぐらいまでとか、だから Z5 っていうのがこれからどうなるかとか、その安い領域の部分を本当にこれから作っていくのか、ニコンがそうするとかいうことではなくてね、そのいろんなメーカーがこれからどうしていくのかっていうところですよね。っていうような話ですね。で、今ちょっと動画作ります言ってて、すごくスローペースでこんな話を途中に挟んでしまったりとかしている富士フイルムの GFX100S とかも、ある意味では、それだけの値段を払ってもらうだけの意味があるものを作ろうっていうアプローチがそこにあるわけですよね。だ結局のところ、今日本は、もうかなり減ったリソースを使いながら、なんとかしてお金を払ってもらう意味があるものを作ろうとしている状態になっているっていうことなんですね。これを、維持するためには、実際にその、作ってる人たちがね、海外で売らなきゃいけないっていうのもそうですけど、それを使って撮ってる我々も、まあ、それだけのものを作ってもらえてるっていう、その現実を維持できるように、まあ、買わなきゃいけないし、買うだけの意味があるものを、作ってるっていうことに、作ってるっていう状態になんなきゃいけないなっていうのがすごく思ってることです。うん。だからなんて言うんでしょうね。結局、それって何かっていうと、ある意味では、お金をかけてカメラを買う。仮にそれができないんだとしたら、もう、ある程度自分たちで、手間と時間を使って、で、アイデアを出して、まあ、こういう機材じゃないと撮れない。もしくはこういうやり方じゃないと撮れない。そこに対して必要なものが何か。そうするとこういうカメラがある。っていうような意味付けができる道具としての意味がある写真、映像を、まあ、少しでも残していかなきゃいけないだろうなと、正直言うと個人的に思っています。
うん。だからなんというかですね、で、まあそんなこと言っても自分写真下手だしとか思うかもしれないんですけど、そういう問題ではなくて、基本的に、こういうことやってるよって皆さん一人一人が言える。その状態が大事なことだと思うんですよね。で、それで、人に見せていく。で、ここにこういうふうなことをやってる人がいるんだっていう認識を周りの人に持ってもらえるようになるっていうことが、実は必要なことなんじゃないのかなと正直言うと思ってます。そこに対して道具が結びついてくるっていうのが、必要なことなんじゃないのかなと思います。やっぱりカメラとか、まあレンズとか、これはデジタルでもフィルムでも同じだと思うんですけど、要するにそれを使ってこういうことができたっていうことがある意味その道具の価値だと思うんですよね。結局この有名な人が使ってたこのカメラっていう言い方をするっていうのは、ある意味その人が仕事をしていろんなものを生み出す、その支えになった力になったのがそのカメラっていう道具っていうことに意味があるからですよね。だからある意味ではその意味がある仕事を一つ一つしていかないといけないのかなと、まあ思っております。はい。で、まあそういう意味では、それがなんで別に海外のカメラマンが撮ってくれてるんだからいいじゃんっていう話になるかもしれないですけど、ある意味では、それはそういう部分もあるんですけど、あの、結局のところ、それだけのものが作れないっていうことは逆に言うとその作れる人のそばにその道具を作れる人って来るんですよね。絵を描く人は画材屋さんに行くんですよ。逆に言うと画材屋さんは絵を描く人に話を聞くわけですよ。皆さんは写真を撮ってるんですよね。これを見てるってことは大なり小なり撮ってるはずなんですよね。そういうわけで、その作れる人のそばに、作れる人の元からいい道具って生まれてくると思うんですよね。で、せっかくカメラメーカーが、まあ、まだある日本にいながら、自分たちが作れてないっていうのは、正直言うともったいないじゃないですか。っていうふうに思うんですよね。だから何かしら少しでもね、まあ自分のできる範囲の中で少しでもクオリティを上げていくっていうことを考えていきたいなと個人的に思っています。その産業の維持っていう話をすると、まあ政治とか経済とかっていう話にはなってくると、そういう話が先に立つと思うんですけど、政治って人が二人いたら始まると思ってるんですよね。もう少なくとも、何人かがいて、そのグループの都合を合わせようと行動したら、それって政治なんですよね。で、そのグループ間の、都合を合わせようとするのが国際政治なんですよね。だからそういう意味でも皆さんは生きてる時点で政治をやってるんですよ。主権が誰にあるかっていう話がすごく、まあ今、なんというか、スポットを浴びる話題になってますけど、主権が誰にあるかっていうのを、どう定義して、どう社会を作るかっていう以前に、もともと原則的には、やっぱり個人個人にあるわけですよ。だってその個人個人が何を言って、どういう方がいいよねって、どういう風なシステムがいいよねっていうかによって話が変わってくるわけですから、やっぱり、大元の根っことしては、自分たちにあるわけですよ。その権利も責任もね。というわけで、できるだけ作って、まあできるだけそれを発信して、見てもらえるように工夫をして、
出していきましょうというのが今個人的に思っていることです。それを活用してちゃんと、それが使われる、経済圏を作らないと、最終的にはなくなっていきますよと。スマホでいいよね。まあスマホでいいんですよ。スマホでも十分撮れますし。じゃあそうじゃなくてカメラじゃないとできないことって何ですかとか、カメラの方がやりいい撮影って何ですかとか、そういう部分ですね。そういうものを、作っていきましょうということですね。だから極端なことを言うと、今私がこのチャンネル上で試みようとしていることが一つあってですね、英語字幕をつけようと思っています。っていうのは、カメラが好きでカメラが欲しいと思ってたりとか、このカメラの話、情報を聞きたいとか思ってるのって、日本にいる皆さんだけではないわけですよね、別に。別の国にいる別の人種の人だって、じゃあ最近カメラ欲しいんだよねって思う人だっているわけですよ。だから他の国でも売れてんだから。っていう意味で、なんというかですね、もっとなんというか情報の出し方っていうのは考えていかないといけないかなと個人的には思っています。はい。というわけで、作品を発表するでもいいですし、まあ何らかの形でもっとなんというかですね、カメラっていうのを使った面白いことをやっていきましょうと思っています。はい。なんだかんだ言って2回目もちょっと長くなっちゃいましたけども、この辺で失礼したいと思います。はい。それではありがとうございました。ここまでお聞きいただいて本当に感謝しております。ありがとうございました。失礼します。